ございます。はい。はい、お疲れ様です。みんなもね、知っての通り、風営法の改正がありまして、で、どういう内容なのかっていうのを、多分みんなが、把握しきれてないと思うんで、改めて、説明しようと思います。まず、今回厳しくなるところに関して言うと、スカウトバックダメですよとか、風俗は斡旋しちゃいけませんとか、そのポイントに関しては、そもそもうちがもうそういうことをやっちゃいけませんよねってことは前々から言ってたんで、別に、以前と何の変わりもないんで、そこは、今まで通り当たり前のことを当たり前にやってくださいねっていうところなんで、そんなに変わりはないです。で、大きい変更点で言うと、広告に対しての、規制がかかりますよと。具体的に言うと、これも LINE で送った通りなんだけど、ナンバーワンって言ってはいけませんとか、あとは売上何千万って言ってはいけませんとか、役職を記載してはいけませんとか、この辺はちょっと個人的にも驚きな部分ではあったんだけど、風営法自体が国からね、特別に許可もらって、その風俗営業っていうところをやらせてもらってるっていうところもあるんで、ここはもう本当に国が決めたことに対してはしっかりと従いましょうっていう方針で、やることは変わらないんで、グループとしては、まず役職、名刺だったりとか、役職を外しましょうっていうところと、あとは広告に関しては、看板とかそういう数字のものをもともと出してなかったんで、そんなに変わりはないんですが、その店内で今こう PV 流れてるよね、こうナンバー10とか、こういうものを、まず廃止にしていきます。大丈夫ですか？はい。あと SNS に関しても、SNS で、今日これぐらいの売り上げが上がりましたとか、今月これぐらいの売り上げ上がりましたみたいなところに関しても、この辺はかなりデリケートなところで、しっかりそこのも規制の範疇に入っている可能性があるんで、そういった数字を出すってことは一切グループとして、そして、個人的にもやらないように徹底でお願いします。これも OK？ はい。あとは例えばロッカーを、売上順に並べていたりとか、あとは店内写真はもちろん俺でもないんだけど、店内写真を売上順にこう並べていたりとか、ナンバーワンだけ大きくしたりとか、そういったところもやめてくださいねっていうような指導は入ってます。なんで、そういった写真が店内にないんで、そこは変わりはないんですけど、業界としてはそういうような規制が今かかっていて、あとは売りかけに関しても、これも数年前からもう完全に廃止をしているんで、特に何ら問題ないんで、最後に言ったその売上だったりとか広告に関しての規制、ここだけちょっとみんなも馴染みのない、決まりなんで、そこをしっかりと、こういう言い回しどうなんですかとか、こういう発言どうですかとか、そういったところは随時あれば俺の知識のもとでしっかり答えるんで、例えばバースデーイベントとかもう言っちゃいけなくなる可能性あるんですよ。誕生日ですっていうことは言ってもいいけど、誕生日にまつわるだからイベントをやりますよとかダメなのと、あとは俺たちが毎年開催してたザ・バトルっていうものあるよね。なんかこう戦いを連想させるような言い回しのイベントは開催しちゃいけませんよっていうところもあるんで、ザ・バトルもちょっと形を変えての開催、東西で合同営業っていうような形の開催になるっていうのはそういった理由になると思います。あとは浴衣イベントとかも直近であると思うんだけど、それも言い回し的にイベントってつけてはいけませんよみたいなところもかなり徹底してやっていこうと。なんか売り上げを想起させる、なんか売り上げを上げたいっていうような意思をこの広告から1ミリも感じ取られないような、完全に法律にのっとってどこを叩いても誇りの出ないような営業をしていくっていうのが、会社としてのテーマになると思います。で、これに関して言うとすごく悲観的な雰囲気になるんだけど、俺はそうは思ってなくて、なぜなら、数年前からコンプライアンスを徹底するっていうところをやっていこうっていう話をもう事前にしてたと思うし、正直言うと、売りかけをして数字を持っているようなグループに数字でこうマウントを取られたりとかして、どっちかっていうと悔しい思いしてきた側のグループだったと思うのね。それがなくなって完全にこう、自分自身の魅力と、あとはエンターテイナーとしての資質で勝負できるっていうところに関して言うと、うちにはかなりの分があるんじゃないのかなと思ってます。なんで今300店舗があるんですけど、そういう数字マウントしかアイデンティティのなかった店だったりとか、決まり守らずにグレーな営業してた店っていうのはもう俺の認識は大半なのかなっていう。ってなってくると、おそらくこの300店舗の中の大半は正直言うと生き残れないと思ってます。
だとしたら俺たちがやらなきゃいけないのは生き残る側にどうやったらなれるかっていうところだと思うし、これをそのレッドオーシャン、その競合他社ライバルがいっぱいいるような業界からライバルが少なくなる業界に移るってことは、これチャンスだなって思えるマインドがないとそもそもホストをやってる意味が、ないし、ここで働いてる意味もないと思ってます。だから俺たちは、少なくとも俺はこのグループが、最後に生き残っているグループだと信じてるし、自分たちも働いてて分かると思うけど、お客様の層だったりとか、俺たちのやり方、今までのやり方とかを含めても、ここまでしっかりやってる店、正直言うとうちより売り上げある店、人数多い店、歴史ある店あるかもしれないけど、ここまでやってるところは俺一個もないと断言できるんで。なんで皆さんご存知の通り元警視庁の OB だったりとかがうちで勤務してくださってます。みんなそこまで悲観的に考えず、なぜならオーナーがこうやって、前向きに絶対勝てるっていうようなそういう自信のもとやってるんで、そこは、不安に思うことなく安心してほしい。で、引き続きこんなにちゃんとやってる店ないよねと言えるようなコンプライアンスの徹底と法律をしっかり守るっていうところは、改めてしっかりと意識してほしいなと思ってます。本当質問があれば随時個人的にでもいいし、今この場でもこういう表現どうなんですかとかあれば答えていくんですけど、大まかに言うとさっきの広告のところがみんなに対しての多分疑問点だったと思うんで、その辺役職なくなりますとか、マイクコールでしっかり売り上げ発表するのがなくなりますとか、あとは、締め日のナンバー発表とかも、なくなってきたりとかはあるんで、かなり大きなチェンジだとは思うんですけど、やれることをしっかりやれば、確実に残れるっていうところは、みんなに対して約束できるし断言できるんで大丈夫ですか？はい、OK。 じゃあ質問のあるスタッフいます？こういう言い回しどうなんですかとか、今後こういうどういう流れになるんですかとか、答えられる範囲で、しかまだ答えられないんだけど、28日に施行なんで、その事前情報しか今のところ持ってないんですけど、あったりします？配信とか、YouTube とか SNS 上で、ナンバーワン取りたいからとか、そういうので応援して今までそういうやり方だったけど、そういうのも言えなくなって。そうだね。なるほどね。だから例えば配信に関してはホストとはまた別の業務っていうような多分管轄になると思うんで、例えば投げ銭の今月の目標は、100万円ですと。で投げ銭この目標を行きたいんですというような投げ銭の目標額に対して頑張ってますっていうことは言えます。ただそれが、従来あったように、バースデーイベントのためにこれやりたいですとか、シャンパンタワーのためにやりたいです、もしくは、ナンバー争いで上位に行きたいから、投げ銭をしてくださいと、こういう名目に関しては、一切言えなくなります。配信上でもう言えないってことですね。なるほど。でこれ配信が引っかかってくるかどうかもまだその事前段階だと分からないの、正直。でも分からないんだからやろうじゃないのよ。俺たちの判断としては分からないんだったらやめとこうねをしっかり判断できるのが多分これ正しい選択だと思ってるんで、配信に関してもしかしたら、配信の中で、来月バースデー誕生日だからいっぱい投げ銭してくださいよっていうことがもしかしたら OK かもしれないの。でもこれはやってみなきゃ分からないから、だからやってみなきゃ分からないことに関しては、責めるのをやめましょうっていうようなスタンスで、やっていきます。コロナ禍で閉めた時に周りが営業してて、正直なんで俺こんなことやってんのかな、なんか俺だけバカみたいだなと思ったけど、店をオープンして、気づいたのは、あの時閉めたってことは、今後もちゃんとそういうルールを守ってくれる店っていうことを感じられたんで今来てますって言ってくれるお客様って結構いらっしゃるじゃないですか。だからその状況にまさに今似てて、他がやってるからいいだったら他のその他大勢のホストクラブと、何ら変わりなくなっちゃうんで、ここで差別化をどれだけ我慢して歯食いしばってできるかっていうようなところを、みんなには一個、その宿題としてテーマとして、俺も含めてみんなで乗り切れたらなと思ってます。はい。今まで役職、名乗れなくなるってことなんですけど、多分組織である以上役職とかあって多分成り立ってたこととかあると思うんですけど、今までは規定もあったりとか、ここから先役職名乗れないってなると、平野人とかからすれば、役職を目指すために頑張ったりとかする部分とかあったと思うんですけど、これはもうただもうじゃあもう入った順先輩後輩っていう関係だけになってる。役職っていう概念はそもそも俺はなくさないで、言われてるのは広告に掲示してはいけませんよっていうところだから、その会社組織の中での役職っていうのはどの組織にも俺あると認識してるから、それを例えば SNS で、僕が総支配人ですとか、なんか
主任ですとか、そういうことを発信するのがあくまでもダメですよっていうところの中で、その組織の中でのある程度の役割分担、例えばなんかチームリーダーがいてとか、そういうところを規制してると認識はしてないんで、ある程度組織の中ではそういう故障は残ってくるかもしれないけど、対外的にメディアだったりとか、SNS だったりとか看板にそういうことを記載してはいけませんよっていうところは、やらないようにお願いします。で、役職っていう概念自体、そのなんか立場的なものがなくなるわけではないです。じゃあそんな感じかな。28日までまだ時間あって、もしかしたら今言ったことが変わる可能性もあるし、さっきまでこれいいって言ったじゃないですかが、ごめんちょっとこれできなくなったんだよね、もうあるかもしれないんだけど、今の認識としては一応そういうような認識でいるっていうところを忘れないでください。あとはその法律に対しての向き合い方も、うちが一番しっかりやろうっていうところは変わらずやっていくんで、そこの認識、今言った2つね、 OK、頑張り時だと思いますんで一緒に乗り越えていきましょう。 OK ですか？はい、じゃあ以上です。どうでした今回のこの、お知らせっていうかミーティングは。いや、めちゃくちゃでかいです。個人的にはそうでかいです。やっぱ自分自身ナンバー役職ってかなり大きい、目標ではあったのと同時に、正直やっぱお客様からしてもやっぱナンバーとか役職って結構楽しみがあったんで、正直ホストクラブとしての楽しみ方がかなりちょっと半減したっぽくて、やっぱそういうのを結構お客様からも直接言われたんで、やっぱナンバーがあってこそのホストは正直あったと思います。正直。なるほど。もう国で決まったじゃないですか。だから国で決まったことはなんか従うしかないなって思ったし、でももともとそのうちがお客様の層がもう結構普通のホストクラブと違うから、そこはなんか逆に良かったじゃないけど、なんか今後別にそんなに不安には感じないですけど、ただなんか本音で言うとその役職とかは残してほしかったですね。せめて。だってそれでやっぱりこう今まで応援してくれた方も少なからずいるんで、ってなるとやっぱり役職ぐらいはいいんじゃないっていうのが本音ですね。だって普通の企業もあるじゃないですか、役職。だからなんか部長とか課長とかあるじゃないですか。だからそれぐらいは良くないとは正直本音は思いますね。俺別に問題ないですけど、やっぱこれからの子がちょっと難しくなりますよね。入ったばかりの新人。そうですね。それはなぜですか？いやほらさっきも言ってたんですけど、要はなんで応援してるのかってナンバー入りたいとか、役職上げたいとかで、やっぱみんなそこの名目でお客様煽るっていうかお客様にお願いしてるわけじゃないですか。それが全くなくなるから、ただただこの一見これ聞いて多分できる人だったら楽しませればじゃあ OK じゃないが正解なんですけど、結局だからあの子たちにその技術が今あるかって言われたら多分ないんで、そこの教え込み作業で結構時間かかるかなっていうところ、要はその競争心を煽らないが目的なわけじゃないですか、多分今回って、だからそれなりのやっぱトークスキルがないといけないので、大変だよねっていうところはあります。健三さん、どうですか今回の話に関しては。そうですね、なんだろう、僕はもともとファンでここに来てローランドショー見て配信見て2年ぐらい前に先輩方がやってたことがホストの全てだったので、その主軸となってるものを徹底して潰されてるなと思いましたね。だからさっきもお話あったと思うんですけど、業界全体としてかなり形は変わるんだろうなってのは思いますし、そうですね、レッドオーシャンだったところがブルーオーシャンになるかもって話は確かにありましたけど、その一定のラインまで行けた人は変わらないけど、そこまで行けてない人はなかなかそのラインを越えにくいっていう、かなり今まで以上にその売り上げにしても何にしても二極化した世界にはなっていくんだろうなと思いましたね。僕の個人的な考えです。どうですか今回の話を受けて。結構ガチめで言っていいですか？正直俺はどうでもいいっていうか何でもいいっていうか、あんま関係ないかな。
なんかこういういいことも悪いことも世の中変わってくるじゃないですか。で大切なのはそれに向かって環境に適応できるかどうかだと思って、何かあるからできないとかその荒探しをしたらキリがないけど、まあ正直この世界ってこうなんか嘘っぱちみたいな、なんか売り上げ偽造したりとか、なんかそのなんか建て替えとかそんなやつばっかしだから、逆に今回いいのかなみたいな、そういうなるほどね。そういうやつもうだっていなくなるし。なるほだから本物しか残れなくなった方が逆に自分からしたらねすごいですけど、あとはそんなになんかホストってねよくね自慢するんですよ。何億円プレイヤーとか何千万プレイヤーとかで自慢で自分で自腹切ってそうなんだ。まあそういうのもなんか誰が本当に言って誰が嘘なのかとかそういうのも面倒かったし、いい意味でなんかそういうのがなくなるからいいのかな、あんま関係ないのかなっていう、本物の中生き続けるし。今回の情報は、いつ知ったんですか？ちなみにこれっていつ公表されたんですか？いつだろう、まあ何日かはちょっと覚えてないですけど、数日前って感じですね。そんなめちゃめちゃ前ってわけではないです。初めて見た時には実際どうでした？なんだろう、まあ最初看板に関してっていうような名目だったんで、うちそんな数字までそもそも入れてねえしなっていうところで、まあそんなに変わらないかなって思ってたんですけど、でまあ後日ちょっとその詳細やっぱ気になるって聞いたら、その営業中の今までの常識が変わるなっていうような改正だったんで、まあ、そこに関してはもうなんだろう、正直戸惑いはありましたけどね。どういう戸惑いですか？ちなみに。いや今までの常識もその常識じゃなくなるっていうところの戸惑いですよね。ナンバーシステムに関してもそうですし、まあ、例えばこうなんていうんですかね、SNS の発信の仕方とかそこまで言及されるっていうところは正直まあ予想してなかったんで、まあ、そこに対しての驚きはありましたけど。いやなんか昔ローノさんが僕に言ったのが、ホストクラブってちょっとシミュレーションというか、なんかロールプレイングみたいな、そういう感覚でお客さんが楽しむ場所って言ったんじゃないですか。でさっき従業員の方々にインタビューしてたら、なんかこう何を目指していいかがわからないとか結構戸惑ってたんですけど、今後どう指導するんですかこれって。まあだからこうよりこうエンターテイナーになっていかなきゃいけないよと。例えばこう押して応援をして、その応援している対象がこう輝く姿を見ることを多分提供してたっていう側面あったと思うんですけど、これからよりあってなんかこういう面白い話聞けたなとか、まあ、例えばこうなんだろう、アーティストのライブ見に行く時って私がチケット買ったら彼らが儲かるかなとか彼らが人気になるかなじゃなくて、そこに行って音楽を楽しませてくださいよの気持ちで行くわけじゃないですか。だからなんかより多分そういうアーティスト的なこうエンターテイナー的なそういう側面を大事にしなきゃいけないのかなっていう。だからまあ本当本質的な接客にこう戻るというか、美容室行く時も美容室行くんだったらその人の売り上げつけたいというよりもかっこいい髪型とか可愛い髪型してほしいと思っていくだろうし、まあ、レストランに行ったらその店の売り上げに貢献したいとかじゃなくて美味しい食べ物を提供してくださいねになると思うし、来たからには楽しませてくださいねっていう、もうすごい本質的なサービス業の根本に戻るっていう。だからなんだろう、そこまで悲観してないというか、まあ僕自身もその現役ホストとしてそんなに売れるタイプじゃなかったんで、数字でマウント取れない側だったんですよ。むしろマウント取られる側で、売り上げよりも売り方にこだわるっていうところを大事にしてやってきて、まあ、数年後こんな未来になると思ってなかったですけど、これからはまあより売り方にこうフィーチャーされるような時代になると思うんで、まあ、そこに関して言うと今までやってきた分そこまでこれやべえな危機だなとか経営危機だなとは思ってなくて、まあ強みに変わるのかなとも思ってますね。